こんにちは。こんにちは。盆栽大野です。今日はですね、大胆な植え替えをする時期でもありませんので、4月の終わりから5月ぐらいにかけて、うちでやってる作業を主にこういうふうに理由があってここでやりますとか、細かい作業をですね、紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まず最初にね、こうなっちゃうんですよね。大きい鉢で育ててきた大きいポットとか飛ばしてね、もみじなんかは春に小さい鉢に植えてあるんですが、最初の葉っぱが大きいの。で、そうなんですよ。で、その木の性質もあるんですけれども、これはこのまんまじゃもうとてもじゃないけれども、見られたもんじゃないので、一番いいのは葉刈りの時期なんですよ。で、葉刈りっていうのは全部切っちゃいます。で、と思う人もいるかもしれないけど、思い切って全部切るんですね。特にこちらの葉っぱは大きすぎる。木が見えないしね。古い木なんでしょうけどね。葉刈りというのはここで切ります。ピッ。先端だけ？先端だけです。こう軸を残していくんですよ。で、全部切っちゃうんですね。もうシャッシャカ切っちゃうんですけど、これをやると新しい葉っぱが出る時にこの軸がねパラパラって落ちるんですよ。だから軸切っちゃダメなんですよね。軸の元からも出ますからね。軸がないとどっから出んのみたいな。もう大きい葉っぱだなと思ったら何でもできます。うちがやるのはもみじとカエデとケヤキと、あとコナラなんかも葉っぱが大きいなと思ったらやっちゃいますし、結構葉物は全部やるかな。これはだから葉っぱを小さくするために葉刈りしていると。そう。要するに2番に出る葉っぱは小さい上に紅葉がすごい綺麗なんですよ。これはもう全然いらないからね、ここは取っちゃうんですよ。そうするとどっから葉っぱが出るかというと、こう裸にするとよくわかるじゃないですか。はい、ここから出るわけじゃないんですよ。一段下がってここから出ます。だからこことか長い枝でちょっと短くしたいなと思ったら、まずこれを全部葉刈りをすると、ここの節から出るんです。ここは何も出ません。ここはね節がないからね。そうするとここから出ることによって全体が短くなるんで、でその時に方向を見て、例えばこの枝がこっちに重なってるとわかりますか？こういうのを見ながら取っていって、重なり枝とか、それから同じ場所から2個出てるでしょ。これを1個取ると。それで新芽は必ず止めてください。その時新芽これが伸ばしとくと、ここから吹かないでまっすぐ伸びていってしまうので、葉刈りをした時は新芽は全部切ると、こういう状態にして、あとは普通にお水かけて、この時日陰に持ってってはいけませんよ。なる時日に当ててください。葉っぱがね日陰にすると大きくなるし間延びしちゃうんで。で入れるものといったら多少肥料とオルトなのかな。あんまりあげないですよ。もう植え替えの時にね入ってるからね、うちの場合軽く肥料とオルトラ、虫除けも少し、このくらい。ほんとちょっとだけ。ほんとちょっとでいいですよ。で、どのくらいで葉っぱが出るかっていうと、1ヶ月以内には出ますので、5月の頭に切ればもう6月になる前にパーッと吹きますから。今年は特に去年と同じで暑いですから、早いと思います。小葉にもできるし、軸も短くできるのかな。そうです。でまっすぐ出てるやつは特にね短くなった方がいいなっていう感じで、結構忙しいですよね。大きい盆栽も葉刈りしますからね。そうですね。ちっちゃいのもやりますけどね、大きいのは大変だなと思いますよ。1本葉刈りするのに半日かかるか1日かかるかでしょ。そうですね。商品はその点ほらね、シュッ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 って終わっちゃうから、葉刈りは一番大事かなと思いますね。葉刈りしないで、例えば葉っぱがちっちゃいから安心して葉刈りしないでいくと、9月ぐらいにね葉っぱが汚くなる。春先からずっとつけてた葉っぱが変色してくると。そうで、紅葉の時期にみっともないことが起こるので、多少葉っぱがちっちゃくても
した方がいいです。するとその紅葉の時にねすごい綺麗な葉っぱのまんまいくんですよ。逆にその臓器で葉刈りできないやつとかあるんですか？臓器で葉刈りできないやつ大体できちゃう。ほとんどできるんじゃないですか。ほとんどの種類は葉刈りできると思いますよ。まあ見物でね、例えばヒメリンゴとか、ね、ああいうのはしませんけど葉っぱ大きくても、じゃあお餅の臓器で葉っぱ大きいやつとか、これはねやった方がいいと。だから暑い国タイなんかでねもみじね、やるとね面白いんですよ。一年中葉刈りしてるの。すぐ大きくなっちゃうから落葉しないんで一年中葉刈りするんです。すごいそれも変わってんだと思うんですけど、ね、適応するんですね。でもね平気ですね。ただ紅葉しないんじゃね楽しくないんじゃないかなと思うんですけども、出だしが綺麗ねやつなら、出症状ほら真っ赤じゃないですか。出症状を葉刈りするんですよ5月にね、もう葉っぱも大きいからあれはわーって裸にするともう一回真っ赤に、出てくるので2回楽しめる。なるほど。葉っぱがすごいちっちゃくなるしね。これは上向いてるから取る。こういう風にしながらいらない枝探し出して、これが前こんな感じでね、このくらいちゃんと取りましょう。怖がんないでやんないとダメです。なるほど。はい、じゃこれが葉刈りした時は植え替えもできちゃったり、はい、今これ植え替えしてあるので、しませんけれども、葉刈りして結構枝抜いた後は春先と同じ状態になるので木が植え替えできます、ただ春ほどね思い切ってやんない方がいいかもしれないね。例えばでいくとこんなボサボサの楓、宮様楓、これなんかはまずねやたら伸びますから。宮様楓は普通の冬楓と違って伸び率が高いんですよ、もう 2,3 日でこのくらい伸びます、切っても伸びるんですよ。だからもうとりあえずこういうのを例えばドバチじゃやだなかっこよくしたいなと思ったら伸びてるとこをとりあえず切るとりあえずね、形が見えないんですよ枝が伸びてると。裸にしちゃった方がいいんですよね。これもう固まってるんで葉っぱがね、新芽だけ柔らかかったんでねしっかりしてるんで、これはね葉刈りをかけた後植え替えができます、こっちのが一回葉っぱ全部取っちゃったのね。春先にもうちょっと前に丸刈りにして葉っぱを1枚も残さないで2番目なんだけどこんなに伸びちゃうんですよ。これ2週間ぐらいですよ2週間でこんなに伸びちゃうの。これじゃあ葉刈りの回数としては何回かやる感じなんですか？いや葉刈りは1回でやめますけど、ちっちゃいですからね。目摘みはここまで伸びる前にやんなくちゃいけない作業っていうのがあるんですよ、これはね放置するとこんなに伸びちゃうでしょ、軸と軸のここの部分がこう伸びちゃうのがみっともないなと思うので、本当は例えばこの時点でね手で取る。目摘みをしとく。そうこうやって取っちゃっておけば下のここも伸びないんですよ、下のここも。これがね宮様楓はね頻繁に行わないといけない。なるほど。こうなっちゃうからビューって伸びちゃう。年がら年中ね毎日朝起きたら見るの大変だ。これ大変なんです。いっぱい持ってるとね1個ならまだそうだからねもうこのくらいの時はもう完全にもう手で摘むよりは手で切っちゃいますけどね。こうやって切ってもすぐまた出ますからすごい復帰がいいんですよ。台湾東海でなんでねやたら強いんですよ、だから十分気をつけてもしょっちゅう目摘みするとまん丸くなってくるからだからこれがねどうなるかっていうことなんだけど、葉刈りをしてからの植え替えができるから、この新芽はとりあえず全部切っといてやってみましょう、形が見えないんだよね取らないと、そこが問題なんですよ。いるかいらないかは後で考えるとしてとりあえず切ります。多分だいぶ後の動画になってると思うんですけど、多分これ買った人も多いんじゃないですか。
はい、はい、参考になると思います。たくさん売ってますもんね。でも随分はけたよね。随分はけた。よかった。半分ぐらいになりました。半分ぐらいにはなったかな。なったかな。でもその近くまで行ってるんだ。うん、そうだね。うちでも売れてるから。うちに来て買う人と、あそこで買った人と、あとグリーンクラブに置きっぱになってるのもあって、あれを見てすぐ買いに来た人が3人いました。上野行かないで。上がりをいたしました。そうすると木の形がよく見えますよね。そうですね。ね。で、これが抜いて元を見ないと全体がわからないんで、上の枝をどこを落とすか。お、すごい。抜けない。あれすごいな、これ。大河君抜けないんだけどさ。力持ち。抜ける。くっついちゃってる、鉢に。無理だよ。取れた。さすが男。さすが男。さすが男。力が違う。こんなになって結構すごいパンパンじゃないですか。パンパンですね。結構ね、これ根っこ切って大丈夫かな、この時期と思いますけどね。まず下どうかな、元がどこにあるか、根っこがねどこにあるか、要するに自分で植えた木じゃないんで、どのくらい深く植わってるかが全くわからないわけですよ、私には。この中に幹がたくさん潜んでるかもしれない。そう、もしかしたらね、根っこが下の方にあってね、それを見極めてからじゃないと上が切れないんですよね。全体の構想上の方に根あります。ある。ここにあった。このカエデは、宮様カエデは強い木なので、ある程度バッツリいっても平気でしょう。ここまで来たら洗います。ちょこ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 。直根はなさそうな。あるっちゃあるな。あるっちゃある。あるっちゃあるよ。ここで渦巻いてるのから見えるかな。ほら。あった。あります。直根あります。これ切ります。これが直根ですね。そしてからちょっと根がどこまでが粘りにするかを決めないといけないよね。でこれはもういらないでしょ。でここがいらなくて、問題はこの根っこだね。ここに2本あるじゃないですか。2本上の方にこことここで、下にあるのかっていうと多少はあるんだよね。ここまで埋めちゃうと、こっちの粘りがほら見えなくなるでしょ。だからっつってこれを出したまんま植えるとちょっとなとも思うんだよね。この辺はね好きなんだけどね、浮いた根っこを太らせる人もいるからね。私はでも切っちゃうんですここだけちょっと高い。そう。ここもそうね、こう浮いてあるでしょ。で元が太いからこれこういう風に取っちゃって全体像が見えるかなって。であとこの根っこが上がっていくことで、あと適当にパツパツ。皆様ね挿し木つきやすいんで、5月も刺せますからね。ある程度根っこ切っとくが嫌いね。強い木なんでね。で見たとここの枝いらないでこれ。私的にはねこうじゃなくてハス。こっち頭にしてでね、ここがまっすぐなのがすごい目立つじゃないですか。これがダメなんですよ。こう取っちゃって、それでこれも邪魔かな。でついで出てるでしょ、全部こういう風に。これがねしつこくなるんだよね。ここまで切りたいね。切っちゃおうか。切っちゃいましょう。これもまっすぐなのが気に入らないし、これも気に入らないしだいぶ切っちゃう。これも気に入らないし、こうもうほら芽が出てるから、ここ、これ分かるでしょ。だからここから枝が出るって分かってんだから、もうこの枝がやっぱり元に出てるのでこれもいらないとそうそのくらいできるんですよ。で後ろ枝が長いでしょ、これが言うて、でここよく見ると芽が2つあるんですよね。節があるからこれも切っちゃうこの辺で後で長さ調節します。だいぶちっちゃくなった。面白いんじゃないの。こうなるといいんだけどな。これがこうなる、
あれなんですよ、傷がつきやすいから傷がつきやすいから針金でちょっと矯正するって気をつけないとすぐ傷つきます、それが一番難点かな、これの、どこから吹くか。あとはここが吹いてくれて、この辺もそうね、真ん中のやつ、この目3つあるでしょ、真ん中取っちゃうんですよ。ここから出たらこれもう切り戻す、ここで今目止めてあるんで、出るとするとここから出ますからね、そうすると後ろ枝もかっこよくなります。どんどんちっちゃくできる。ここだけ先に切っちゃったんだけど、まあどっからか出るでしょう。出がいいんでね。わあすごいなかなか良くなったんじゃない？最初の状態とはまるっきり違うか。葉っぱが出た時も想像して皆さん見てもらえればそうだね、そうですね。そうするとこれはもう小さい鉢に入ります。じゃあ植え替え。そうなんですけどね、本当はねここまでね切っちゃってね、バツバツやってるんで、普通に土鉢の朝鉢に入れていただくのがベストです。ここで様子を見て元気を出してバーッと吹かせるなんですよ。なんだけど、まあうちですから同じような感じで鉢に入れちゃってみますね。葉っぱ出た時の様子も分かるので、皆さんこっちの方がいいと思います。で翌年生鉢に入れるんですか？ここまで入っちゃえば、最初の土鉢がこんなでしたからね、これですから、これがこうなるわけですから、だいぶちっちゃくなる。だからね、やっぱ元気のあれがねやっぱり大変なんで、だからこっちで1年育てて、どこから芽が吹くかよく見極めて短くしていってからの生鉢が正当なやり方で、うちも普段はそういうふうにはしてるんですけれども、今回特別にこっちに、まあ動画なんで葉っぱが出た時にね写りがいいよね。これ一層さんの鉢でね、なんか薬がすごいことになってますね。でまず粗い土をバラバラと粗めの土を入れて、いつもと同じね、これをまず用意してから、前と後ろがあるからね、やっぱこの向きかなとは思います。ここ足ここ、足がある方が正面。でちょっとハスに構えた感じでこんな感じで、あとはこの根っこを利用して止めていきます。まず一番引っ掛けやすいここね、ここがね引っかかるところなんでね、よいしょ、ぐっと押さえて、こちらこれはちょっと引っかかったかもしれない。植える時にね、植えてる途中でね中心がどっか行っちゃうことあるんでね、何回も見て、あと前に倒す、後ろにそっくり返んないように気をつけましょう。3箇所目。そうですね。こんだけ根っこ切っちゃってたらやっぱり3箇所ぐらい止めといた方が安定のところに植えられます。よいしょ。そしたらまあ普通にあとは植えるだけです。今年も暑くなるんでしょうね。でしょうね。困りますね。なんか沖縄の植物とか台湾の植物とか外国の暑い国の植物が元気よく育つんですよ。山野草がかわいそうでね、関東だとねやっぱ生きていけないっていうのが結構あるんで、ノーマルな地元の山野草を使って飾りをするしかないかなと思いますね。この間教室みたいのをちょっとやった時に、この引っ掛け止めは難しいのでこうひねる方でやってたんですけども、でも私的にはひねる方はあと食い込んじゃって根っこに取れなくなるから嫌だなと思いながらやりましたけどね。でも引っ掛け止めは難しいという。まあそうですね、慣れるまで。っていうか、このサイズのやつだと根がしっかりしてないのが多いから止めるのが結構難しい時ありますね。そうだよね。だけどあと楽なんだけどね。よいしょ。これでうまく葉っぱが出るか。こんな感じになりました。
もう葉っぱ生えちゃえばね。そうですね。豆盆栽。でもあれですよ、どっから吹くかは木次第なんでね、は節があると全部出ますから、一番大事なのは最初に出てほしくないとこが出たらすぐ芽かきすることあ。なるほど。本当にすごいとこから出ますからね、こうど真ん中から生えてくることありますしね。節があるところは出るんですけども、いらないところはもうすぐ芽かきしないと。なるほど。内側にねこう立っちゃうやつとかね、こう出たらこう嫌でしょ。嫌ですね。だから最初1週間はまあ出ないかもしれないから、2週間目のはもう芽かきをしてください。はい。はい、葉刈りした時は植え替えできるよっていうそうですね。ことでした。はい、はい。ここまではできます。だいぶちっちゃくなっちゃってね。じゃあ葉刈りの作業はいつぐらいまでできるんですか？結構長くできますよ。7月でもできるし、うちなんかやり忘れたやつ8月にやったりしますけど、葉っぱが出るか出ないかなんで、9月だとさすがに出なくなっちゃうんで、8月のお盆前ぐらい前はやっちゃう。やっぱ一つの木に対しては1回ですね、このサイズはね。なんか2回やるのとかありますよね、たまにね。ケヤキ。ケヤキか。ケヤキは最初に全部取って2番目も全部取ってっていうのは2回やりますけど、そうしないと葉っぱが大きくなっちゃうんですよ。なるほど。だから元気つけさせたい時とかは1回とかでいいのかな。あと豆盆栽は1回ないし、やらないっていうのもありますよね。葉っぱがちっちゃいやつ。なるほど。例えば織姫とか舞姫なんかだとやらないで済ませちゃうっていう場合もありますけど、でもやっぱりやらないとね、紅葉全然違うから、なるほどね。ちっちゃくてもやった方が後々のためにはいいかなと思いますね。はい。あとないかな。注意点とかあれば。注意点は葉っぱを中途半端に残さないことですね。もう全部取っちゃった方がいい。の方がいい。その残した葉っぱが周りの葉っぱがなくなるんで、すごい元気になって大きくなったりするから。で時期ずれすとまた厄介なんで、思い切って全部切っちゃう。全葉刈り。半分葉刈りとかっていう人がいいんだけど、あんまりそうすると木の勢いがね。なんかカエデでちっちゃいのだけ残してみたいなよくやりません？それは本当にちっちゃいやつ。本当にちっちゃいやつ。本当にちっちゃいのを買っても買わなくても意味がないよっていうのは残すけども、でも中途半端なやつはあんまりやった方がいいね。豆盆栽の場合は東海でなんかだと、東海でってこれですね。これが東海でで、それで。はい、これが宮様カエデですね。もう葉っぱが全然違うでしょ。硬いしね。東海殿の場合だと、ちっちゃいのが例えばここにあるじゃないですか。これ。こんなのは別に買わなくていいですよ。こういうふうに伸びたやつをどうするかっていうのもあるんだけどね。静止。じゃあ、はがりは終わったんで。そうですね。ということで、ここから先いろいろ長い期間できる作業ということでした。はい、暑いから頑張ってください。頑張ってください。はい。大学なんかある？そうですね、暑いから。大盆栽祭りの後ですもんね、この動画ね。今年も暑くなりそうなんでね、葉焼けに気をつけてください。葉焼けね。葉っぱがね、焼けちゃうからね。気をつけるって気をつけるだけね。いや、半日陰に置いてあげるとまだ。半日陰ね。過ぎるから。午前中だけ日が当たってみたいな。それが一番やっぱ葉物はね、雑木は特に葉っぱが焼けやすいのでね。その点宮様は強いですよ。焼けにくい。だって分厚いもん。ということで、ありがとうございました。どうも。はい。